第二次世界大戦にまつわる物語は、悲劇や勇気づけられるものまで様々です。最も温かいお話の一つに、アクネ一家の物語があります。彼らのアイデンティティに対し、戦争が家族を引き裂いたのです。阿久根一郎とその妻の幸恵は、1918年に日本からアメリカに移民してきました。中部カリフォルニアに小さな食料品店を開き、9人の子供を育てていました。1933年に阿久根夫人が亡くなると、子供たちは日本の親戚へ預けられ、間もなく父親も日本へと向かいました。アメリカで生まれ育ったため、慣れるのは大変でしたが、長男のハリーは日本語、文化や価値観を教えてくれた大叔父と強い絆を築きました。しかし、ハリーと次男のケンが働ける年頃になるとすぐに、故郷であるアメリカに戻り、ロサンゼルス近郊に落ち着きました。しかし、真珠湾攻撃が起こりました。日本との戦争でアメリカ政府は敵国に家族やルーツを持つ国民の忠誠心を信頼しませんでした。1942年にはおよそ12万人の西海岸の日系アメリカ人が市民権を剥奪され、強制収容所に連行されたのです。彼らのほとんどがハリーやケンのように日系2世で、アメリカ国籍または日本移民の両親のもとにアメリカで生まれた二重国籍者でした。兄弟は日本の親戚とほとんどつながりがなかったにもかかわらず、コロラドの僻地にある収容所に入れられました。彼らの状況を変えたのは、アメリカ陸軍情報部の採用担当者が、日本語を話せる志願兵を募りに来たことです。アメリカ政府の理不尽な扱いにもかかわらず、ハリーとケンは収容所から出所し、アメリカ国民としての忠誠を示せる機会に飛びつきました。日本での教育を生かし、すぐに仕事を始めると、入手した資料の翻訳や日本兵の尋問、降伏するよう説得するための日本語のプロパガンダの制作などに携わりました。兄弟の仕事により、日本軍の規模や位置などの貴重な戦略情報が得られたのです。しかしそれでもアメリカ兵から信頼されませんでした。ハリーは敵国の領地へのパラシュート降下直前に自分の戦闘用具が忽然となくなったのを覚えています。白人の将校は彼に武器を渡したくなかったのです。それでも二人の兄弟は忠実に軍に仕え、終戦を迎えます。しかし太平洋で戦った阿久根兄弟はハリーとケンだけではありませんでした。彼らの知らないところで、阿久根家の5人兄弟の三男と四男が大日本帝国海軍に仕えていたのです。三郎は海軍航空部隊で、15歳の四郎は新兵の訓練を担っていました。終戦を迎えると連邦国占領軍に仕えたハリーとケンは日本人には裏切り者とみなされたのです。10年ぶりに鹿児島で阿久根兄弟全員が再会を果たすと、2人ずつ敵同士として戦っていたと分かりました。怒りが爆発した彼らを止めたのは父親でした。兄弟たちは和解し、三郎、四郎もハリーとケンと共にカリフォルニアに行き、後にアメリカ軍人として朝鮮戦争を戦いました。1988年になってようやくアメリカ政府は強制収容が不当であったことを認め、被害者らに慰謝料の支払いを行いました。ハリーが深く後悔しているのは、多くを教えてくれた日本の大叔父に感謝を述べる勇気がなかったことです。阿久根兄弟の物語は、強軍によって引き裂かれた家族、日系アメリカ人に対する不当な扱い、二重国籍間での葛藤などを語っています。また、より大きなアメリカの歴史が明らかにされています。移民たちが抑圧に直面しながらも忍耐強く乗り越えていく物語です。第二次世界大戦の歴史をさらに探求したいですか？このビデオでヒトラーがどのようにして民主主義国家で権力を得たかを学びましょう。また、このビデオで日系アメリカ人の強制収容所の悲しい歴史を理解しましょう。